お願いします。はい、お願いします。お願いします。よいしょ。お願いします。お願いします。お疲れ様です。アジアツアーヒートで、6公演回らせていただいたんですけど、音楽を聴いてサイキックフィーバーを好きになってくれてる人がすごく増えてるなっていうのを本当にこの日本公演でもめっちゃ感じたので、なんかこの国だけっていうイメージじゃなくて、なんかこうどこの国に行ってもサイキックフィーバーのライブっていうのはやっぱ叫ばないといけないんだ、歌わないといけないんだ、踊らないといけないんだみたいな、でもそれが楽しいって思ってもらえる方がなんか増えてきてるんだなっていうのが今回6公演回ってきての印象ですね。今回のライブのそのヒートっていう意味がやっぱこうだんだん熱が上がっていくっていう意味もあるので、前回のライブとは少し違いますね。前回のライブは PCF っていうテーマだったので、僕たちのことを知ってもらうっていうテーマだったので、今回はヒートの経過を見せますみたいな。でもツアーなので皆さんとそれをやっていきたいです。今回はやっぱこういろんな国に回るにあたって、なんか僕たちの良さってなんだろうって感じた時に、自分たちの曲を歌ってくれたり踊ってくれたり、すごく歓声をもらったり、やっぱそれってこう熱量がすごく大切になってくると思いますし、ってなった時にやっぱこう熱狂、そこを届けるためにはどうしたらいいかなっていうので今回はセットリストも組ませていただいて、なんか前回に比べるともういつ終わるんだろうみたいな、でもなんかその熱量を冷めることなくどんどん上がっていった状態でまたお会いしましょうが今回のテーマだったので、もうやりたいことをやっちゃおうよっていう、もうなんかメンバーで話してて、もういろいろな経験もしたし、本当にこういろいろなこう幅のこう応援してくださる皆さんがすごい僕たちにもいるので、なんかそれをこうもう取っ払って今までの LDH にないライブを作りたいよねってなって、まずはこうじゃあ熱狂を生んで、そこからこうアジアツアーっていうのもあったので、その熱狂をアジアの皆さんにまで届けようということでヒートっていうタイトルにしようってなって、今回は僕がこう自分の中のテーマとしてはなんかこう一人一人の個性をもっと見せたいなって思ってて、グループとしてこう一体感は見せたいんですけど、こうそれぞれの良さがあるからこそなんかこうすごいいい化学反応するなっていうのを特に思ったんで、今回はその一人一人の長所をなんか絶対見せたいなと思って DJ リョウガのコーナー作ったり、なんかもともと DJ リョウガあんま自分から発信しないんですよ、リョウガ君って。なんで俺はもう絶対やった方がいいっつって、絶対やれっつっても無理やりねじ込んだり、鶴井君のなんかこうソロのパート作ってみたりとか、ソロダンスのパートとか、なんかイーサがじゃあ最初イントロでちょっとアドリブ入れたりフューチャーする部分があったり、ホットラインとかロケットとかもそうですね、とかレンのビートボックスのところとか、なんか自分はなんか音楽的にこういろんなサポートがしたかったんで、なんか自分のフューチャーっていうのはあんまり作ってないんですけど、自分はなんかあえて音楽面とかそういう部分でなんかアプローチできたらなっていうのを自分の中で目標でしたし、龍心の音とかもかっこいいとこいっぱい作ってますし、なんかそういうなんか一人一人の個性をなんか伸ばすなんか機会にもなってほしいなっていう、なんかZEPだったら多分バッてやってこうグループで見せきるっていうのも正解なんですけど、なんかドームとかアリーナ行ったらじゃあ例えば15分一人でステージ立たなきゃいけないとかも全然あると思いますし、なんかもっともっと自分の個性を今のうちに見つけて、なんかそれをどんどん伸ばしてほしいなっていう部分もあったんで、今回はそれを特にそれの第一弾じゃないですけど、なんかこれをきっかけになんか強みを見つけて、なんかそれぞれの方向に伸ばしてもらえたら最高だなと思って作ったって感じですかね。なんか去年は本当グループで見せたライブだったんですけど、今年はこう一人一人にフォーカスした部分もあって、なんかそれってこう今年しかできなかったんじゃないかなって、今年の自分たちにしかできなかったツアーっていうのもありますし、今年のこうみんなの今のタイミング、みんながそれぞれやりたいことだったり、みんなが今頑張ってることを今年のヒートには詰め込んだので、これってもう未来では見れないと思いますし、今しか見れなかったツアーにできたと思うので、僕らはめちゃめちゃ未熟だし全部任せきれない部分もあったと思うんですけど、
やっぱ会社の方からこうご好意で全部やらせてくれて曲も作らせてくれてみたいな。もう涼河君とか多分なんていうのサイキックの話が来る前からこう DJ とかいろいろやってて、でそれをできたわけですし、でレン君で言ったらループステーションを使って、前回ビートボックスだけだったけど機械使ってやる、あれも自粛期間からずっとやってたものだったんで、ちゃんと多分ステージで見せたのは初めてだと思いますし、なんかそういういろいろな部分を含めてなんか今まで培ってきたものを 100% 出せた。ダンスの構成だったり振り付けはこうみんながもともとダンサー出身っていうのもあるので、なんかそこはもうみんなでほとんどやったりして、もう本当セットリストも全部自分たちで決めたり、グッズとかもジミー君が考えたりしてるので、本当にこうオールプロデュースじゃないですけど、なんかすごいツアーのタイトル名も自分たちで決めてとかなので、全部メンバーですごいやりたいことをこう全部入れたツアーにできたかなというのは思いました。今回本当にオープニングの音源以外涼河君と僕で作って、自分たちがやりたいことをやれたからこそすごいやってる時は楽しかったですけど、こうやっていく中で多分自分たちも成長してきたのか分かんないですけど、今の俺だったらもっとこうできるなとか、ゼロから作ってる分なんかこうこの音もっとこうしとけばよかったとか、なんかそういうのがめちゃ出てきたので、なんか次の海外公演からはもっとこうしたいなっていうのがあるので、なんかすごい上昇したなんかモチベーションでやれてるかなっていうのは思います。僕ら言うてもまだ曲は少ない方だと思うんで、だからこそ去年のライブでパフォーマンスを見せきった曲をまたやんなきゃいけないってなると、同じ見せ方はしたくないなってのはあるんですよね。多分初めてサイキックのことを見る人もいると思うんですけど、どうしてもやっぱもう一回前回のライブ全部来て、で今回のライブも全部行くみたいな人も中にはいらっしゃると思うんですよ。やっぱそういう人のためにも違う見せ方のパフォーマンスを見せたいなっていうのが結構あったんで、特にホットラインとかすごい印象に残ってるですね。あの曲だってデビューする前からある曲なんで、言うたらなんでどういう見せ方したらいいんだろうみたいなのをめっちゃ悩んで作ったっすね。デビューする前とか、タイに行って少しの間とかはやっぱりこうなんていうんですかね、一つにならないといけないっていう感覚があったんですよね。僕たちみたいにボーイズグループを見渡してみれば、やっぱりここのグループってこういうカラーだよね、こういうのが得意だよね、こういう表現ですよねみたいな、なんとなくまとまりがあるとは思うんですよ。でも僕たちってなんかこうそういうまとまりの分類で分けたら何になるんだろうって、多分海外でも活動してみてやっぱり当てはまらなかったんですね、正直。やっぱこう本当に7人いて7色あって、やっぱこういろんな国でパフォーマンスするにあたって、やっぱいろんなタイプ、いろんな人がいた方がやっぱいいなと思いましたし、見渡した時にそんなグループいないなと思って、いい意味でバラバラ、いろんなタイプがいるからこそサイキックフィーバーなんだと思って。でもただバラバラなだけではなくて、いざバラバラな7人がステージに立って集まってパフォーマンスする瞬間は何か一つになってる、それが僕たちの魅力なんだっていうのに気づかされて、だからこそメンバーもそれを多分自覚してると思いますし、変にこう被らないようにというか、やっぱこう自分がいいと思ったものを突き詰める、だったらそれが好きな人がの7通りできるというかのがやっぱ幅広くやっていけると思いますし、本当にこう今の時代ある意味自由なので、そこをこう自分たちが表現していくことによってこういろんな幅が広がっていったらいいなとは思いますよね。ジェネレーションズさんがワールドツアーをやってたんですけど、こうアジアを中心にやるっていうのはサイキックが初めてなので、すごく新しいことをできる嬉しさとワクワクもありますし、こう自分たちがしっかりやんないと後輩にもつなげないですし、もっともっと LDH もたくさんアーティストいて、自分もかっこいいなって思うグループもいっぱいいるんで、それをこう広げるきっかけじゃないですけど、それに僕らがなれるように頑張んないとなっていう感じはありますね。責任感みたいな。正直想像つかないですよね。どんなステージになるのか。
どんだけの人が来てくれるのかとか全く分かんないですけど、でも今やってるツアーをそのまま届けるじゃないですけど、海外に行ったからといって言語の壁があるからといってなんて言うんだろう、怠りたくは絶対ないんで、それ以上のものをちょっと見せれるようなツアーにしたいなとは思ってますね。サイキックフィーバーのその大きくなるまでの歴史をみんなにこう見ていただきたいっていうか、トップアーティストになるまでのストーリーを見せたいのがやっぱ一番はライブなのかなって思ってて、だしサイキックフィーバーが一番かっこいいのがライブだと思ってるので、来てくれた一人一人の方が本当2人とかでも1人とかでもいいですし、それがなんか広がっていけば本当にこう倍の数じゃないですけど、なんかそうやって広がっていくと思うので、それってこう僕たちのライブでもうみんながこうやばかったって話しちゃうぐらいのなんかライブにできたらそれってできると思うので、なんかそれができてればいいなとも思いますし、それをこうアジアでも広げていければ、なんかアジアからワールドツアーじゃないですけどそこも広がっていくと思うので、本当に僕たちが全力で頑張っていくしかないかなと思ってます。アジアツアーっていうのは僕たちの一つの目標でもあったので、もっと自分たちの夢への熱量も上げたいですし、夢も大きくしたいですし、なんか今はすごくもうワクワクして、なんか若干もう待ってます。もうすごくやりたいっていうのがすごく強いので楽しみでしょうがないです。僕たちの音楽でとかライブエンターテインメントで本当に一人でも多く、本当に国境を越えてたくさんの皆さんにその時間に寄り添って、どこか勇気とか力とか、なんかそういう源になれたら最高じゃないですか。